スラックでいろんな、会話をすることが多いですね。であとはまだメールも使っています。で私がリモートでやるときは私のデスクのすぐ横にiPad を置いてるんですけれど、そこの iPad で、ハングアウトにログインしてもらって、で私も自宅から同じそのハングアウトのルームに、ログインして私の顔がそこに映っていて、で私の方からはオフィスの様子が映るっていうのをやってます。そうですね、それを出したいと思って始めたんですけれど、で何もしないよりは全然つながってるっていう感じはもちろんあるんですけれど、それでもやっぱりその場にいるっていうのとはやっぱり違いますね。でちょっとこれ話したいなって思った時に例えば「何々さん」って呼んだりして、このところ、こういう風なのどうなってますかっていう質問をしたりとか、逆にこのオフィスの側からもたまに私の方に「これどうなってますか?」みたいなのが聞こえてきたりします。でもiPad の音でもなんかスピーカーとかでそうです、向こうがちゃんと聞こえるようにはい、りょうさんって言って、時々そうですね。りょうさん、しがみさんとかって声が聞こえてきますね。はいって近くに行って話をするような感じですよね。そうですね。ただiPad 使ってるっていうのもあるんですけれど、たまになんかあれ切れちゃったみたいなのがあったりとか、あれ呼んでるはずだけどなんか音が届いてないみたいっていうのがあると、スラックで「すいません接続切れてます」とかマイクがオフしてるみたいですみたいなのをちょっと言ったりとか、こんな話しなきゃって思ってで呼ぶっていう時にはいいんですけれど、やっぱりその場に人がいた時のコミュニケーションの仕方とはやっぱり違うんですよね。なんか隣にその人が横に座っているとなんか意識しなくてもちょっと話したりするじゃないですか。これ川口さんに聞かなきゃっていうことではないこと、例えばなんだろうな、このコードの今設定どうなってたっけっていうのを川口さんって呼ぶんじゃなくって横の人にパッと聞いたりとか、でなんか、そういうのって存在感があるというか、そこに人がいるから無意識にポロッと出てくることってあると思うんですね。だから例えば私がオフィスにいたら横に座ってる人が「これどうなってましたっけ?」ってポロッというのを聞くのを、が少ないですよね。存在感が違うかなと思います。自分もその Google の時代にいて思ったのは同じような感じで、iPad じゃないんですけどでっかいディスプレイがあってで遠隔チームと必ずつながってるっていうのがあったんですけど、結局最初の2日ぐらいみんな使って使わなくなるんですよね。重要な時は使うんです。なんとかさん問題起きました、誰かいますかっていうのは使うんだけど、日常の小さな会話とかにはほとんど使わなくて、実はその小さな会話すごい重要なんですよね。病院に結構ですね、おばあちゃんが入院したりする時あるので、そうするとちょっとその部屋とつないだりとかですね。あと老人ホームにうちではないんですけど友達のおじいちゃんおばあちゃんとかが入居したりとかすると、その老人ホームの部屋と自宅をつないだりっていうのができたら、よりストレスなくその入居できたりするのかなと思う。もう一緒にご飯食べながらとかですね。